恭平と申します。年齢が今年で38ですね。北海道生まれで今高知で鍛冶屋やってます。いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしまよろしくお願いしますす。今日作る包丁をはい、教えていただいてもいいですか？切り付け牛刀の210ミリ作っていきます。青紙2号っていう安木鋼の鋼材を使います。牛刀なのでやっぱお肉とか、料理人の方々は結構これで野菜とか割ともう万能包丁みたいな感じで使うみたいですね。僕の作ってる包丁の特徴としてはかなり薄いっていうのが特徴にあります。この鋼がかなり量が出てるんですけど、これもかなり薄く研いでるので、爪でこう触ってみるとちょっとだけ鋼が動くぐらい刃先を薄く研いでるので抵抗なく切れるっていう、そういう特徴はあります。こう見ると中が透けてるんですよ。これがちょっと自分の特徴としてて、こうすることによって、背中はちょっと厚みを持たしてちょっと丈夫にして軽くして、あとここもちょっとこうべったりじゃなくてちょっと抜けてることによって食材の切り離れがいいっていうようなことにもつながってるっていうふうには聞いてます。まずはこの材料がこれになるんですけれども、木材っていう材料なんですけど、もともとはこういう形でこの形の材料がまずできて、でこれを材料さんがプレスというかシャーリングでこの形に切って、この材料が 180g なので自分ではこれをだいたい7寸の牛刀に使ってます。これをここまで叩いて広げていきます。最初にこんな感じで包丁の柄が入るところをまず叩いてちょっと広げます。叩いた後のやつをゆっくり冷まして消豚するために使ってます。だいたい一晩置いてます。温度が高かったです。ちょっともうちょっと低温で叩きたいんですよ本来は。この炉の中が今ちょっとさっきよりちょっと温度下がったんですけど900ぐらいあるかもしれないですね。で温度が高ければ高いほどその鋼に入っている炭素分焼き入れした時に硬くなるっていうのに結構大事な要素なんですけど、それがどんどん抜けちゃうんですよ。さっき温度が高いって言ってたんですけど、あれが多分900ちょっと超えたぐらいにはなってたと思いますね。目で見てわかる。色のその温度が高ければどんどんその赤っぽい色から白っぽい色に近づいてくるので、感覚で本当に全部これも予想なんですけど、これでほとんど形取れてるんですけど、ちょっとした修正を入れてその勢いで消豚っていう感じで、その前にちょっと土を取ります。
結構両側を持ってるので頂点がへこんでくるんですよ。見てわかるかな。この土の跡っていうのがちょっとへこんでくるとこう綺麗な跡じゃなくなってくるんですよ。伸び方とかも変わってくるので定期的に研いで形を維持するようにしてます。薄い包丁どうしても薄くすればするだけすぐ冷めちゃうので、なんでもう冷めないうちにスピード勝負っていう感じで、ベルトハンマーっていうのが結構速くしやすいっていうのがありますね。そうの方が作業効率とか2回焼くところが1回で済んだりとか、いろいろメリットがありますね。鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、やっぱりスピードが大事な部分はありますね。このハンマー踏む時だけ直旅履いてるんですよね。これも結局何の靴でも慣れれば何でもいいんですけど、ソールの薄い方がこのペダルの踏む感覚が分かりやすいから、手作りだけですけどずっとこれでやってます。これを次この中に入れて、これがバレル研磨っていう機械なんですけど、この中に入れて、でもこの砥石の使い終わった砥石の割ったやつなんかを一緒に入れて、でこんな感じで回るんですよ。でそれでこの表面の黒皮を剥ぐんですよね。この黒い皮が剥がれてこんな感じで、ちょっと綺麗には剥がれないんですけど、こっちが先に、これがさっきの叩いたままですね。はい、これがバレル研磨かけた後ですね。お化粧というか、綺麗にするためっていう感じですね。こっちのハンマーで鳴らしていきます。これがもう火作り用じゃなくて鳴らし用のハンマーで、このデコボコになったやつをちょっと鳴らすっていうような、ちょっと炙ってあげるって感じですかね。中の鋼を割らないために。いつもだいたい何ミリ目指してるとかというのはないですね。持った時に軽く感じるかとか、こっちの方をちょっと重要視してるので、中子の付け根なんかはもうできる限り火作りの時から叩かないようにして厚く残すようにして、でそこから順々に薄くなっていくようにっていうのを意識してはやってますね。まずここの顎の部分を落とします。この外の機械で。立派ですね。これまたこれも兵庫県の方から鍛冶屋さんの知り合いづてに譲ってもらった機械ですね。こんな感じで背中を直線に切るようなプレスですね。でこの背中がもうできたっていう感じで。
包丁も形によってはこんな感じで全部変えていくんですよね。こう切るところを印つけて、でこれで切っていくっていうような工程ですね。冬でも割と作業によっては開けっぱなしですね。どうしても埃っぽい作業が多いもんで。結構しっかりしたマスクを。そうですね、この作業もやっぱし1、2時間するとなるとかなり粉塵が出るんで、昔の鍛冶屋さんなんかはそういうのもあんまししっかりしてなくて順番になっちゃったりっていう話もやっぱし聞くので、一応工場の中に入ってきたら怒ってるんで工場には入っては来ないんですよ、あんまし。こっちの機械の音がするとなんか作業してるんだなと思って近寄ってこないんですけど、機械の音が止まったらお作業終わったみたいな感じで、こんな感じでニャーニャー言ってくるんですよ。歪みを取ります。刃を研いどかないと割れるんですよ。焼き入れをすると鋼が動くんですよね。その動いた時にあんましこう周りに鉄があると鋼が割れちゃうっていうのが起こるので、その力の逃げ道を作ってあげるっていうような感じですね。完成品のがそのまま出ちゃうので、ここは手触ってもこう引っかからないようにっていうのを一応気をつけながら、なんかこの辺で磨くのはその辺の工程ですね。で焼き入れはちょっとここでできないので、共同で運営されている焼き入れ場っていうのがありまして、その鍛冶屋さん、他の鍛冶屋さんたちが何人かでやられてる。でそこでちょっとやらせてもらっているので、2ヶ月に3回っていうぐらいの頻度ですかね。色がこういう色になるんですよね、焼き入れすると。今回はうまくいきましたね。何歳で独立したか。31かぐらいってことですか。この独立というか、それがちょっとイレギュラーで鍛冶屋やりたいんだっていう話をいろんな人たちに言うてたら、親子で鍛冶屋やられてる方が、お父さんも高齢でほとんど仕事してないと、ここはもう土日も叩けるから会社休みの時にやるっていうふうに言ってくださって、練習始めたら、周りの人たちみんな教えてはくれるので、いろいろアドバイスもらったりで、そうこうしてるうちに後継者育成事業っていうんですかね、後継者がいないからなんとか後継者を作らんといかんっていうところで、最近講師補佐っていう名目で、2年間やって、で独立っていう決まった師匠っていうのがいないんですよ。コーチのそういういろんな教えてくれた人たち全員が師匠って
っていう感じですし、話してくれた鍛冶屋さんたちみんなに育てられたっていうような感じですね。ここでやるぞってなった時、やっぱし初期投資っていうのがやっぱそこそこ必要だったんで、そこの融資とかももらわずに自己資金だけでなんとかできはしたんですけど、その時にもうほぼ貯金がゼロになり、その時は結構ドキドキはしてましたね。最初は少なかったんですよ。このハンマーとローとグラインダーとあっちにある仕上げの機械2個とか、それぐらいしかなかったんですよ。本当にみんな安に譲ってくれて、こんだけ集まりましたね。こんな感じですね。研ぎ幅とかこの厚みとかちょっとまばらな部分があるんで、その辺調整していくっていう工程になります。びっくりした今。これ缶じゃないですか。そうなんですよ。鍛冶屋の先輩がこんなようなことやってて、あ、これでええやん思って。ちょっとだけ艶出すために研磨剤つけて、少しほんと少しなんですけど。吹き付けって言うて、鉄粉をこうやって鋼はかからないけどこの自鉄のところは曇るっていう工程があるんですけど、なんかあれが答え合わせみたいな感じで割と好きですね。お、いいぞいいぞってはなりますね。お化粧が終わりましたね。でこんな感じでちょっと帰りが出てるんで、分かりますか、刃先に少しこうピロピロっと出てるのが、この帰りを取ってあげたらもう刃がついてるっていうような状態になります。これで刃はついてるはずです。上等に刃ついてますね。
何か道具を作る時に最初にやっぱし刃物が必要だったりするので、じゃあこの刃物作れたら面白そうだなっていうところから鍛冶屋っていうところで、高知に一回見に来て、で売られてる商品とかいろいろ見たら切れればいいと、なんか道具としてかなり突き詰めた、もう無駄を省いた本当に道具としての究極の形みたいなものに感じて、あ、これだと。やっぱり作品というよりかは商品を作りたいっていう気持ちがあるので、今のクオリティを下げずに効率よくいけないだろうかっていうのを結構考えてますね。どうですか、切れ味。いや、いい感じですね。そうとしか言いようがないですけど